standing in my closet, can't make up my mind. ここはいいと思うんですけど、この中がちょっと寂しいですので、やっぱりこの白系統を入れてみたいなと思います。この丸の部分だけ一応ちょっとここまでできましたけれども、これだけでは少し寂しいので、こちらの浴衣の柄に少しつながるようにここで、線をこの白い線に合わせて2本入れてみようと思います。少しね、やっぱりなんか寂しいですもんね。真ん中少しここも入れてみましょう。本当にちゃんと測ってないですけど、こんな感じかなと思って。そうですね、ちょっと白っぽい色で入れてみますね。これは浴衣の柄がとても藍色とよく合って素敵だなと思って一応はぎれ取っときました。これを生かしたいなと思います。この柄を生かすためにはあまり差し子の方をいっぱいしない方が柄が生きるかなと思いますので、差し子の方の柄はどちらかというとあっさりとさせたらいいかなと思ってますね。浴衣の柄ってなんか今見るととてもなんか斬新なんですよね。だからもし着なくなった浴衣だとかあったらこういうものにね使うと結構おしゃれだと思います。夏のちょっとした簡単ブラウスなんかも浴衣地で作るとすごく涼しいんですよ。本当に夏に着るものでさすがだな、よくできてるなといつも感心します。一度ブラウスなんか作って着ると夏はもうそればっかりになるぐらい涼しいです。寝巻きなんかにも作るとすごくいいと思います。また日本のこの紺の紺色、藍色っていうんですか、このね染めの色がすごく素敵なんですよね。どんな色を合わせてもよく映えますし、結構モダンだと思うんですよ。私はどちらかというと和風のものが好きで、使うもの、家の中のものも和風のものが多いし、インテリアも和のものに魅了されちゃってるんですけど、この藍色は洋風の、例えばお部屋でもちょっとポイントに置くとそれがまた斬新でいいと思います。またそういうものがあったら一度試してみてください。差し子しなくてもいい柄がありましたら、それだけでもね敷物なんかに作ると、おしゃれだと思います。一番好きなのはやっぱり藍色が一番私は好きです。染め物では藍染めが一番好きですね。どうでしょう。ちょっとこうして入れると、藍色に白系統の糸がすごく映えると思うんですよね。ぜひもし浴衣お手持ちがありましたら一度浴衣を見直してみてください。すごく浴衣って素敵だと思います。1本でなく、2本入れてみますね。単純にまっすぐですから割り早く多少曲がってたっていいんです。それがまた味がありますから。糸はちなみに刺繍糸ですけど、布地が薄いので4本取りにしてます。3本か4本もいいですね。布が薄いですから、あまり太いとちょっとつれちゃったりしますからね。どうですかね。3本でも良かったかもしれませんね。手作りのものっていうのはどちらかというと自己満足のものですから、みんなが気に入るっていうことはないと思います。ですから、自分が楽しかったらいいかなと、そのぐらいに思ってます。私は今のところ材料をほとんど新しく買うことはなくて、あるものをしてやることがどちらかというと好きです。だから古いものが多いですよ、材料としては。若い時に刺繍を少し習ったことがあるんですけども、今はもう目がね悪くなって
弱くなったので、なかなか刺繍の目を拾うということが難しくなったので、こういう風なもので自由に遊んでいます。はい、一応これでこちらが2列刺しました。左右対称でね、どんな感じのものが出来上がるか、自分でも楽しみです。見本がないので逆にそれが楽しいですね。ご覧になっていただいている方がいるとしたら、皆さんは何をされてますか？どんな風に毎日を過ごしていらっしゃいますか？やりたいことというよりも、できることをやるということの方が、私ぐらいの年齢になるとあんまり欲張れないので、少しだけ頑張ってやれることを頑張れるといいかなと常に思っています。大きなものはとても1回ではできませんので、ただただ時間があったら根気よく刺していくという作業ですね。前回は本当に小さな歯切れでもう少しだけ差し越した簡単なコースターでしたけど、これは少し面積がありますから、デザインもちょっと考えないといけないし、刺す範囲もたくさんですから、ちょっとねしんどいかもしれませんけど、私にできることはどなたでもできるということをお伝えしたいなと思います。できたらなと思いますね。ただただまっすぐここは縫っていきますね。また出来上がったところでなんかちょっと足りないなっていうところはまたちょっと足したりしますので、少しは変わっていくかなと思います。ここをねちょっと入れる。なんかね、寂しいからね、これで。両方、この線の中もね、ちょっともう一工夫するかもしれない。できた感じでね、ちょっと貧弱だったらもうちょっと入れた方がいいかなと思う。もう一本ね、入れましょう。イメージ通りにできるととても嬉しいです。なかなかそうはいかないかもしれないけど、イメージ通りになんかできた時はちょっと喜びがありますね。目なんかそんなに揃ってなくても意外と出来上がっちゃうと綺麗に見えるんですよ。一日中やると疲れてしまいますので、私は午前中だけとか午後から2、3時間とかそんな感じで慌てずに、1日でできなくてもいいんで、そういう風にしてますので、あんまり根詰めるとねやっぱりもういけませんので、ちょっと賑やかになってきましたかね。花瓶を置いたりね、それからパラッとかけとくだけでも、こういうものは結構素敵だと思います。曲がってきたかしらね。どうでしょう。なんとなくまっすぐですかね。はい、2本ができました。これで見てみましょうか。どんな感じか。少し大きめのものは時々こうやって全体を見て感じをね。ここはいいと思うんですけど、この中がちょっと寂しいですので、やっぱりこの白系統を入れてみたいなと思います。やっぱりこれも4本取りにしましょうか。刺繍糸は6本ありますので、このようにして外すと一応4本になりますのでね、3本ぐらいでもいいかもしれませんね。切れが薄いのでね、あんまり太いとごつくなっちゃうのね。中はどうしましょう。このようにしたらいいかな。この真ん中のね、ここに何か模様を入れたいなと思ってるんですけど、十字でも入れてみましょうかね。悪くはないかな。ちょっと入れてみますね。簡単なやつをちょっと入れてみましたけど、あんまり良くないですかね。出来上がって全体を見ないと合ってるかどうかわかんないとこも、裏はね少しこうやって渡しとくと、ちょっと落ち着きますのでね。裏はぐちゃぐちゃですけど、もしかしたら刺し子っていうのは刺繍
要素もちょっと入りますよね。刺繍みたいに繊細ではないですけど、刺繍の要素もやっぱり入ってるものかなと思います。あと3つですか。そしたら一応見てみましょうね。どんな感じか。この刺し方も合ってるかどうかも分かりません。本当にそういう意味ではいい加減なんですけど、あまり真似はできませんね。どうですかね。あと2つ。なかなかいいかもしれないね。どうでしょうね。もう1つで終わりです。なんとなく形が出てきました。どうでしょう。あまりもうこのくらいにしといた方がいいかもしれませんね。あまりいっぱい刺すとせっかくの浴衣のね柄がいきませんもんね。あまり入れない方が、品もいいですし、刺せばいいというものではないですからね。バランスというものがありますものね。さあどうでしょう。一応入れてみました。どうでしょう。ちょっと広げてみますね。はい、ちょっとこれで一旦見てみます。全体をバランスがいいかどうか。良ければもうこれ以上刺さない方が逆にいいですよね。ここはどうしてもちょっと合わないけど、これはもうしょうがないです。どうでしょうか。ここ入れた方がいいですかね。どうでしょう。なんかすっきりして意外とこちらをやっぱり引き立たせたいので、こちらはあまりしつこくしない方がいいかなと思ったんですけど、いかがでしょうか。一応これでなんとなくバランスとしたらいいかなと思いますので、あと周りは今日はちょっと面積が広いのでミシンでここを縫いたいと思います。そしたら出来上がりです。じゃあ今回は少し布が大きいので、周りはミシンでしますね。手縫いだと時間がかかるのでミシンでします。約1センチぐらいの縫い代で、やっぱり裏地があった方が縫った糸処理のところも見えませんし、薄い布ですから裏をつけた方がしっかりします。ミシンも早いですね。ふみできてますかね。閉じるのだけはね手でやらないとね。よし、ミシン部門は終わりました。これをひっくり返して裏の布をつけたので、一応後でそのひっくり返すこの閉じるところだけはちょっと残してアイロンかけた方がいいのでね、後でね。ほらいいじゃんね。ミシンのところはこれで終わり。あとはちょっと空いてるところは手で閉じます。これミシンを裏からかけましたので、あと裏返したところのちょっと空いてるところだけ手で閉じます。そしたらもう出来上がり。あとはアイロンをかけてちょっと整えます。大きいものはやっぱりちょっとアイロンした方がいいと思います。こういう手作りのものはね、やっぱ慌てるといいものできないんで、納得のいくものはそれなりに。ここを閉じたら終わりです。仕上がりが、アイロンかけるとまた綺麗になりますので、ちょっとアイロンはこういうのは必要かなと思います。イメージ通りにねできていると本当に嬉しいので、もう終わりですね。もうちょっとです。できました。こんな感じでちょっとアイロンをかけるともっとピチッと綺麗になるからアイロンかけます。完成です。浴衣の柄を生かしたテーブルセンターができました。いかがでしょう。花瓶をちょっと乗せてみますね。雰囲気をどういう角度がいいかしら。これでいいですかね。素敵素敵。蒸し暑くなった時にちょっと食べたくなるようなスイーツというかおやつを作ってみようかなと思います。